こんにちは、松田です。今回また台湾に旅行に行くことになったので、その Vlog を撮ろうと思います。今回はですね、台南というところと、あと高雄っていうところと、そして最後に台北に戻って帰ってくるっていうプランで準備してます。ちょっと長い動画なんですけど、最後までよろしくお願いします。ということで早速もう高雄の街に近づいてきました。これ高雄空港の近くまで降りてきてます。早速高雄国際空港に着きました。現地の温度はですね32度。この日はちょっと曇ってるんですけど32度あってめちゃくちゃ蒸し暑いです。日本は20度いかないぐらいだったと思うのでめっちゃ気温差あります。小さい空港だったんですけど、ファミリーマートが、台湾版のファミリーマートがあったので寄ってみました。台湾のお菓子とかジュースとかがたくさん置いてありました。ここら辺とか全部台湾限定なんじゃないかなと思います。3時間半ぐらいのフライトだったんですけど、全然水分取ってなかったんでお茶を買いました。多分これ麦茶だと思うんですけど、糖類ゼロとか書いてあるので味も麦茶だったと思います。あとこっちはガバのなんかドライフルーツだったような気がします。美味しかったです。高雄空港から出てるシャトルバスに乗って、高速のシャトルバスに乗って台南の市街地に行こうとしているところです。高雄空港から直通のバスが出ているので、それを日本であらかじめ買ってチケットを見せて乗らせてもらいました。バスの中はなんかこんな感じで割ときらびやかでした。1時間半ぐらいですね乗ってました。台南の市街地に着きました。今は現地時刻で18時半ぐらいです。台北とあんまり変わんない賑やかさだと思うんですけど、とりあえずこの近くにホテルを予約してるのでチェックインしようと思います。チェックインしました。こちらレイクショアホテル台南というところでございます。なんかお風呂がスケスケなんですけど、これは大丈夫まあ一人なんで全然大丈夫なんですけど、奥にシャワールームが別であって、あとトイレもあります。こんな感じのお部屋です。台湾着いてからドライフルーツしか食べてなかったのでお腹が空きました。ニューロータンという牛肉スープを食べに来ました。ニューロータン屋さんです。ニューロータンというのは生の牛肉に熱々のスープをかけてこう火を通してる食べ物みたいなシンプルな食べ物なんですけど、この牛肉が新鮮でめちゃくちゃ美味しくて、でこっちはその牛肉を使ったちょっとルーローハンみたいなやつです。でこのソースっていうんですかねにつけて食べます。牛肉は食べ終わった後ホテルまで歩いて帰ってたんですけど、なんかおしゃれな通りを発見したので撮ってみました。すごい明かりが可愛い。でこれなんか有名な場所らしいんですけど、神農街っていうなんか夜に栄える街というか通りらしくて、でこういう風に提灯がぶら下がってて明かりがついてて、で雑貨屋とかあとちょっとしたカフェとかバーとかがある通りみたいです。多分300メートルもないくらいの短い通りなんですけど、その通りの中にこういう風に楽器弾く人がいたりとか、ちょこちょことお土産屋さんがあったりとかで、なんか地元の人がやってるの軽い飲み屋みたいなのもあったりして、なんかとってもいい場所でした。途中でなんかこういうお寺なんですかね、神社なんですかね、なんかこういうところもありました。で私はフラッと入ったお土産屋さんでこの髪飾りを買いました。20代ぐらいの女の子が売ってた
小さいお店だったんですけど、なんかどこから来たのって言われて、ジャパニーズって言ったら、なんかありがとう、こんにちは、かわいいみたいなこと言ってくれて、めちゃくちゃ可愛かったです。で、同じく帰り道に豆腐屋さんがあったので寄ってみました。有名な豆腐屋さんらしいです。なんか総合豆腐みたいなのを頼みました。小豆とかタピオカとかピーナッツ煮たのとかトッピングしてあって、こっちは豆菓子です。豆腐はこの下にびっしり入ってます。めちゃくちゃ美味しかったです。はい、ホテル戻ってきました。帰り道にコンビニに寄ったんですけど、台湾限定っぽいものを買ってきました。左は普通の水で、これがですね、京都って書いてあるんですけど、台湾の飴なんですよね。ネンジアンっていう飴です。ちょっと甘苦い感じで美味しかったです。2日目です。朝ごはんを食べに来ました。台南じゃなくても別に食べれるんですけど、シェントージャンが私は大好きなので、シェントージャンを食べに来ました。この右側のがシェントージャンです。豆乳の味のスープですね。で、これが、卵のロールみたいな、卵焼きロール、クレープみたいな感じのツナ入りです。今日はですね、1日かけて、台南観光をしようと思っているので、一旦この有名な台南孔子廟というところに来てみました。中はこういう風に門がいっぱいあって、で反対側は普通の公園なんですけど、この門をくぐると多分いいことがあるのかな。何も調べずに行ったのでちょっと何も分からなくて申し訳ないんですけど、で一部有料のエリアがあって、その中だとこのお参りができるお寺なのかな、神社なのかなみたいなのがあって、あと周りに資料館があってみたいな感じで、あとなんか出入り口のところに願い事を書く紙とかもありましたね。で、孔子廟の向かいに府中街っていう通りがあって、そこが観光用なのか何なのかわからないんですけど、ちょっとおしゃれな通りだったので歩いてみました。まだちょっと朝早かったので空いてるお店少なかったんですけど、カフェとか、屋台とかいろいろある通りなんだと思いますね。このかき氷とかもある感じです。府中街からはちょっと歩くんですけど、林百貨店というところに来ました。日本の統治時代にできた建物らしいです。中はこういう風にお土産屋さんに今はなってるっぽいですね。1階とかはお菓子とかも売ってました。で、屋上にも出れて、屋上なんかおまんじゅうのオブジェみたいなのあって可愛かったんですけど、あんまり高い建物じゃないので台南一望できるって感じではないんですけど、それでも結構高いところから台南の景色が見えるかなって感じです。エレベーターもめちゃくちゃレトロで可愛かったです。まだちょっとお昼には早いんですけど、11時ぐらいになったので早めのお昼を食べようと思います。ここは、担々麺という麺の発祥のお店らしいです。で、こちらが担々麺という麺ですね。肉そぼろとニンニクとあとエビが乗っかってる麺なんですけど、いや、これ今回台南で食べた中で一番美味しかったかもしれないです。めちゃくちゃ美味しかったです。ガツンとした味です。こっちはタロイモの揚げ餅みたいな感じです。いや、これはめちゃくちゃ台湾みたいな異国の味がしました。でも美味しかったです。そういえば台湾の歩道ってすごいデコボコしてて、こう歩いてて前見て歩いてたらすごくつまずく
作りになってるんですよね。ちっちゃな坂があったりとか段差があったりとかして、なので下見て歩いてないとこけます。お散歩をしてたら迷子になってしまいました。ここはどこなんでしょうか。でも昨日通ったなんか可愛い神農街の通りに似てるような感じはしますね。明らかに朝一してただろうみたいなところに到着しました。でももう朝ではないので朝一終わっちゃってるんですけど、ちょっとだけ中やってる店もあったかな。どうやら中でもご飯とか食べれるっぽいです。朝ごはんとか。場所は移動してかき氷屋さんに来ました。本当はマンゴーかき氷が食べたかったんですけど、季節がもう終わってたみたいなので、南国フルーツかき氷にしてみました。ここのかき氷は普通の日本のかき氷と一緒で氷のかき氷でした。美味しかったです。で、今昼過ぎなんですけど、朝からずっと歩き詰めだったのでめちゃくちゃ疲れてしまってカフェを探してさまよっているところです。ここは何でしょうかね。資料館的な場所に着きました。で、なんか Google マップで調べたらこの中にカフェがあるって書いてあったので入ってみようと思います。さっきの建物の中じゃなくて同じ敷地内にカフェがあるっていう感じでした。この古民家のカフェらしいです。ちょっと入ってみようと思います。どんな感じなんだろう。うわー、めちゃくちゃレトロでいい感じのカフェでした。しかも入ってみたら意外とめちゃくちゃ広いし、お客さんが私一人だけっていう奇跡が起こってました。こっち側に置いてある陶器はカエルみたいです。涼しい、嬉しい。アイスの緑茶ミルクティーを頼んでみました。緑茶にミルク入れて、しかも甘くてっていうの初めてだったんですけど、めっちゃ美味しかったです。一旦ホテルに戻って林百貨店で買ったお土産を、ホテルに置いてきました。ちょっと少なめなんですけど、お菓子中心に買ってみました。で、これが私が今回泊まってるレイクショアホテルなんですけど、この向かいにですね、なんだろう、これは裁判所なのかな、わかんないレトロな建物が建っていて、ここには行ってないんですけど、さらにその向かい側にですね、有名だと思うんですけど、台湾の台南の美術館がありました。ここに行ってみようと思います。すごいアートって感じの建物なんですけど、これ日本人の建築家が作った美術館らしいです。すごいですね。なんか台南は日本にすごいゆかりがあるっぽくて、こういうところにも日本を感じてちょっと嬉しいですね。中はこういう風に吹き抜けになってて、すっごい綺麗でした。展示物もなんか台湾らしい現代美術みたいなのがいっぱい飾ってあって、とても見応えがありました。あと売店のところになんか台湾出身の漫画家さんの漫画とかも置いてました。ホテルの近くといえば、ホテルの裏側の方に三越があったんですけど、ここも行ってみたんですけど、普通の三越だなって感じのブランド物がたくさんあるお店が並んでるって感じでした。ホテルで少し休憩して夜になったので、台南の夜市に来てみました。台北の夜市とはまたちょっと違う感じで、すごくローカル感が強い夜市かなと思います。台南は曜日によって夜市やってる場所が変わるみたいですね。今日はこの大東東夜市っていうのと、隣の大東夜市がやってる日でした。屋台で早速焼きとうもろこしを買ってみました。日本のとちょっと違って
周りに味噌みたいなのが塗られてるんですけど、これがなかなか辛くて美味しかったです。せっかくなのですぐ隣の大東夜市にも行ってみようと思います。今いる大東東夜市とは本当につながってるぐらい近いです。出店の感じはこんな感じで、特に大東東夜市と大東夜市で変わってるところはないですね。でも台南の夜市なんで牛肉料理が割と多かったかなと思います。前回台湾に来た時買わなかったんですけど、スイカジュースを買ってみました。台湾夜市の名物らしいです。美味しかった。あとこれは美味しいって書いてあるんですけど、さっき言った牛肉料理屋が多いですっていう話の続きで、鉄板でその場で牛肉を焼いてくれたんですよね。でそれに塩をかけて食べるやつなんですけど、めっちゃ美味しかったです。さつまいもボールも買ってみました。台湾夜市名物ですね。さつまいもボール、前回台湾に来た時に朝ごはん屋さんで食べたんですけど、そこで食べたさつまいもボールは中身にさつまいもピューレみたいなのが入ってたんですけど、夜市のさつまいもボールは中身は空洞でした。さて夜市も楽しんだので、足つぼマッサージに行ってから帰って寝ようと思います。ここのマッサージ屋さんすごい良かったです。肩とか首とかも一緒にマッサージしてくれて、足もマッサージしてくれてって結構安かったです。でマッサージ終わった後にこういうお茶とかお菓子とかも用意してくれてて、すごいサービスだなと思いました。とっても満足です。おはようございます。台湾に来て3日目の朝です。今日はですね、朝ごはん食べてから高尾に移ろうと思うんですけど、朝ごはんは、1日目の夜に食べた牛肉乳ロータンの味が忘れられなかったので、乳ロータンをまた食べに来ました。1日目に食べた店とはまた別の店だったんですけど、ここの乳ロータンもめちゃくちゃ美味しかったです。なんかタレが店によってちょっと違うんですかね、味付けが。それもまためちゃくちゃ美味しかったです。牛肉もこんなにたくさん入っています。すごい。ということで高尾に移動するために台湾新幹線の台南駅に来ました。鉄道の台南駅とはまた別の駅になります。新幹線の駅がまた別にあるって感じですね。これが台湾の新幹線です。これに乗って一駅だけなんですけど、高尾に移動しようと思います。一応普通の電車でも高尾には行けるんですけど、1時間か1時間半ぐらいかかっちゃうらしくて、でも新幹線だと12、3分で着くんですよね。だけどなんか120元とか日本円だと600円ぐらいしかかかんないので、今回新幹線にしました。はい、というわけで高尾に着いたんですけれども、有名な龍虎島というところに来てます。龍の口から入って虎の口から出ると願いが叶うだったかな、なんかそういう言い伝えがある塔というか建物みたいなところですね。なんか湖の上に立っているところです。ここなんかくまモンみたいなオブジェも立ってるんですけど、これはくまモンじゃないそうです。いやーでもここまで来といてなんなんですけど、私巨像恐怖症でちょっと怖くて近づけるかなって感じなんですけど、頑張ってみます。龍虎島の向かいにはまた廟のようなものがありました。すごい豪華ですよね。よし、ではいざ龍の口に入ってみようと思います。うわ、なんかもう映像で見返してもめっちゃでかいですね。怖かった。いやでも入ってしまえば大丈夫なはず
と思ったら、中入っても台湾の偉人の像みたいなのがずらっと並んでて、これもこれでなかなかに怖かったです怖いって言って失礼かもしれないんですけど、ちょっとね苦手な感じでした。口の中のを抜けて、お尻の方から出てきたところにこういう五重の塔、何重の塔なんですかね、塔が立ってて、この塔は中も、階段で登れます。じゃあ虎の口から出ますか。いやー怖かったんですけど、後ろ振り返ったら、いやめちゃくちゃでかいやないかいっていう。で池沿いにまた200メートルぐらい歩くと、また別のオブジェが現れてきて、今度は仏様みたいなのもついてて、もうガチで怖くていけないかなって思ったんですけど、ギリギリ目の前まで行って撮ることができました。いや怖い。さすがに今度は竜の口の中に入れるのかわからないですけど、入ることはできませんでした。怖すぎる。一番後ろの白い仏様怖い。もっと歩くともっとでかい像とかあったんですけど、さすがにもうギブです。っていうか、その湖の向かいにもなんか巨像があってめっちゃ怖かったです。もう巨像だらけですね、ここら辺。ということで竜湖島からはちょっとおさらばして、移動を始めました。ここは、乗り換えで使った美麗島駅というところなんですけど、天井がすごい綺麗で、なんか有名な駅らしいです。というわけで高雄の市街地にやってまいりました。ここら辺はオフィス街っぽいですね。台南よりも都会って感じがするかもしれません。高雄は漫画やアニメの聖地でもあるらしいです。お昼の時間帯だったのでお昼ご飯を食べに来ました。高尾で有名なお店らしいんですけど、ここでは焼肉飯というのが食べられる場所らしくて、これが焼肉飯です。これですね、漬物とかが乗ってるんですけど、この下に、豚肉の炭火焼きが乗ってて、タレで味付けされているご飯です。一緒にハマグリのスープも頼みました。生姜がいっぱい入ってて、生姜が効いてて、あとなんかレモングラスみたいな味がしたんですけど、不思議な感じの、でも美味しかったです。ハマグリもとっても食べやすかったです。焼肉飯も美味しかった。場所は変わりまして、デザートを食べに来ました。またかき氷を懲りずに食べに来ました。でも高尾でもマンゴーの季節は終わってたので、またマンゴーは食べれなかったんですけど、南国フルーツ氷を食べさせていただきました。こちらのかき氷は練乳氷ですね。さっきの水の氷でできたかき氷とは違って、練乳を削った氷みたいな感じで味がついててめっちゃ美味しかったです。場所は変わりまして、新堀江というところに来ました。これは、台湾でいうところの正門で、日本でいうところの原宿あたりの雰囲気の商店街かなと思います。私はこの通りしか行ってないんですけど、いっぱい通りがあるらしくて、メインストリートみたいなところだともっと若者のお店がいっぱい集まってるらしいんですけど、ここも十分いっぱい若者文化が集まってるなって感じでした。今日は移動距離も長くてたくさん歩いたので、疲れて緑を求めて中央公園というところに来ました。いや、いいですね。公園がやっぱり大きいのが台湾すごくいいなと思います。ここら辺をブラブラしてみます。池の前のベンチで一休みしてました。
で検索したらこの近くにカフェがあるみたいなので、そこに歩いて行けるっぽいので行ってみようかなと思います。ちょっともう喉も渇いたしちょっとゆっくりできるところがあればなという感じです。ここでも十分癒されるんですけど、行きたいと思います。カフェ到着しました。ここはコーヒーにこだわりのあるカフェらしいので、バニラフレーバーのカフェラテを頼んでみました。1階でコーヒー作ってくれて2階に運んできてくれました、この日は。で、あとケーキも頼んでて、ケーキもこの後来たんですけど、このアップルパイがめちゃくちゃ美味しくて、なんかリベイクしてくれて焼いてくれて、ほかほかの状態で食べれました。めっちゃ美味しかったし癒されました。ありがとうございます。さて、いい時間になってきたので、また高雄の新幹線駅に戻ってきました。台北行きの新幹線に乗る予定です。17時15分の新幹線を指定席で予約しているので、それを待っているところです。駅にあったスタバのグッズコーナーなんですけど、台湾限定のグッズがたくさんあってめちゃくちゃ欲しかったんですけど、使うかなと思って迷って最後まで買いませんでした。でも買えばよかったかも。はい、というわけで時間になったので新幹線に乗って台北に向かいます。車内は日本の新幹線と同じ作りっていうか、多分日本の新幹線を持ってきて使ってるんですかね、台湾で。もうそっくりな座席だと思いました。はい、台北着きました。今の時刻は19時7分です。いや、こう見るとやっぱ台北ってめちゃくちゃ都会ですね。さすが首都って感じなんですけど、雨が降っております。気温も5度ぐらい低かったですね、台南とかより。早速今日の宿の、スターホステルというところにチェックインしようと思います。この通りをまっすぐ行ったところらしいです。チェックインしました。ホステルなんですけど、私は個室で寝たかったので個室を取りました。浴槽はないんですけど、シャワーがあってトイレがあってでベッドがあってみたいな感じで、普通の個室のシングルの部屋かなと思います。で、こっちに来てみて振り返ってみると、こっち側に大きな鏡があります。お部屋の中は飲食禁止なので、この共有部分で、食べることができます。すごいなんか豪華ですよね、この共有部分。ヨギボーとかあって、さすがに旅の疲れが出てきて、もう夜市とか行く元気がなかったので、今日はマックで済ませました。でも台湾の限定のマックがあったので、それのメニューを頼んでみました。これすごい豪快なメニューじゃないですか。ハッシュドポテトが挟まってるんですけど、野菜も挟まってて肉も挟まってて、なんかもうしっちゃかめっちゃかみたいな、すごい食べ応えのあるバーガーでした。共有スペースになんかこういう1週間の予定とか書いてあって、みんなでレクリエーションとかするのかなだと思うんですけど、あとこっちに掲示板があって、旅の思い出とかをみんなが書くスペースもありました。めちゃくちゃホステルに来たなって感じがしました。おはようございます。台北に来て2日目なんですけど、今日はもう、日本に帰国する日です。今日一日ちょっとだけ観光して、会いたい人に会って帰ろうと思います。これは窓辺からの景色です。スターホステルは朝食が無料でついていて、ワンプレートみたいなのがもらえます。この日はグワパオっていうんですかね、なんか肉まんの生地みたいなのに、肉焼いたのと卵焼きが挟まってるやつと、
あとコーンスープ、これがセルフでついでいいやつで、あとフルーツとちょっと野菜があって、あと飲み物が飲み放題みたいな感じでした。ホテルチェックアウトして、駅に向かってる途中で本屋さんがあったんですけど、そこですごい可愛いイラストが貼ってあって、なんてお読みするんでしょうか。ウーユーシさんなのかな、イラストレーターさんなのか漫画家さんなのかわからないんですけど、台湾で活躍されてらっしゃる方のイラスト展示会みたいなのがあったみたいです。時間が合えば見たかったな。台湾の方って絵がすごい上手いですよね。これお国柄なんですかね。これ Ado さんのお誕生日掲示広告みたいなやつなんですけど、めっちゃうまかったです。ところで今回はとある人に会いたくて台北まで来ました。それがここの永楽布業商場っていうところにいらっしゃる方なんですけど、前回台湾に来た時に私にカバンを作ってくれたおばあちゃんがいて、このカバンなんですけど5時間で作ってくれた伝説の職人のおばあちゃんがいるので、その人に改めてお礼が言いたくてお土産持ってきました。今日お休みじゃないといいんですけど。ということで無事会えました。なんか新しいポーチをお土産にいただいてしまった。ありがとうございます。すごいびっくりしてて、でも私のことを覚えてくださってて、で、会いに来てくれたのってなんか翻訳で言ってくださって、で一緒に記念写真を撮って、また台湾来ることがあったらお土産持ってきますんでって言って、ありがとうありがとうってなって、仲良く解散しましためっちゃ会えてよかったです。嬉しかったです。前回台北に来た時、もう一つ心残りがあったのが、この一番屋のパイナップルケーキが買えなかったことなんですよね。今回は無事買えました。お土産用と自分の家用と、あとお茶も買いました。よかった、空いてて。というわけで台北でのミッションは無事クリアしたので、ちょっと早いですがもう空港に来ました。長いようで短かった3泊4日でした。もう帰ります。ありがとう台湾。最後飛行機に乗る前になぜか韓国料理を食べました最後台湾っぽいもの食べればよかったなって今更ながら思ってるんですけど、これはこれで美味しかったのでよしとします。無事飛び立ちました。いやー、また来たいですね。台湾何回来てもきっと新しい魅力が見つかる、国なんだろうなと思います。あと私飛行機恐怖症だったんですけど、やっぱり何回も乗ってると慣れますね。これ離陸も着陸も慣れました。はい、そして東京に着きました。もう夜になっております。東京と台湾は時差が1時間あるので、東京の方が1時間、遅いっていうんですかね。もう19時半ぐらいの時間になっております。というわけで今回の台湾旅行は無事終了しました。やっぱり台湾の人ってすごい優しいし、あと台湾のご飯ってめっちゃ美味しいし、すごいいい経験をさせてもらった3泊4日だったなと思います。また絶対行きたいので時間作って行こうと思ってます。また次回からは普通の Vlog に戻ると思いますけど、またそっちも見てくださると嬉しいです。それではありがとうございました。松田美代でした。バイバーイ。